どうも、クビチャンネルです。先日購入した24年うちミゼット2で車中泊に行ってきます。車中泊というより車上泊、2台泊になるんですかね。ここで寝ます。もうね、アホでしょ。この荷台の長さが120センチぐらいしかありません。寝るのに長さ足りないので簡単な DIY しました。この板を延長します。そしてこの上にテントを張ります。この防水の箱の中にテントやクッカーなど入れてます。今回里山行きますんでクマスプレー持っていっときます。今日明日は雨降らないようなのでもうこのままカバーかけずに行きます。そしてミゼット2のこのわずかな助手席にシュラフや枕など置いています。足元には小さめのポータブルバッテリー1台持っていっときます。空は曇ってるんですけど雨は降ってません。ちょうどいい気候です。しかしこの富山県の綺麗な景色の中ミゼット2で走るのめちゃくちゃ気持ちいいです。今日行く場所なんですけどキャンプ場に行きます。山の方に車乗り入れ OK の綺麗なキャンプ場があります。ミゼット2ならどんな場所でも走れますんで山行くのが楽しみです。途中スーパー寄って買い出しもします。はい、スーパーありましたんで食材購入します。富山県の2大スーパーのうちの一つ大阪屋に来ました。2台の荷物は大丈夫ですね。崩れてないです。今日は車載冷蔵庫を持ってきていなくてこのクーラーボックスに保冷剤入れてます。全長も短いんですけど車幅も全然ないんで駐車はほんと楽ちんです。反対側はこんなに開いてます。今ホタルイカが旬なんで多分スーパーにたくさん売ってると思いますんで買ってきます。ありました。ホタルイカ大量に売ってます。こっちは刺身ですね。どっちにしようか迷います。ちょっとビールたくさん買ってしまったんでこのクーラーボックスに入るか心配です。一旦入れています。なんとかギリギリ閉まりました。キャンプ場までもう少しです。もう早くキンキンに冷やしてるビール飲んで楽しみたいです。キャンプ場の料金が1500円と意外と安かったです。関西だったら3000円から5000円ぐらいなんですけど富山県はキャンプ場安いんですかね。はい、今山の中入って結構きつい登りなんですけど問題なく加速もしてくれます。よかったです。しかしこうやって窓を開けて山の中走ってると本当車というかバイクに乗ってるような気持ちになります。すごい気持ちいいです。道が細くなってきて大きいキャンピングカーではとうとう上が吸ってしまいそうな道なんですけどもう水だったならどこでも行けます。結構道狭いな。かなり広いキャンプ場でこのサイトここ誰もいないんですけど他のところは何組かいらっしゃいました。目の前には広大な広場があります。スキー場のような感じで少し坂になってますが子供とかが喜びそうな遊具もあります。でこっち側が森になってるんですけどこのキャンプ場のルールブック見たらクマの絵あります。やっぱりクマ出るようですね。イノシシやクマなどゴミを置いておくと招き寄せる原因となるようです。桜もちょうど咲いてますんでお酒飲みながらお花見キャンプ楽しめそうです。この坂の一番上のところに展望台ありますんで明日の朝景色見てみます。とりあえずセッティングしてビールいただきます。一旦荷物を下ろしていきます。はい、こ
この台の上に木を延長する予定です。うまくいくでしょうか。この板はホームセンターの合板で作りました。こんな感じで2枚作りました。でこっち側もカットしただけです。でこっち側は横2枚継ぎ足したんで、こんな感じで補強を入れてます。反対塗装面を上にして乗せます。これでぴったりいくはずです。この台高さ足りなくて下がってますんで、木を下に置いて調整していきます。はい、だいたい平行取れました。ここにテント立てていきたいんですけど、ちょっとずれる可能性ありますんで、ここ台にネジ穴ありましたんで、ここをはめてずれないようにしていきます。でここに1人用のコンパクトなテント張っていきます。ちょうど長さが 2m で、この荷台の長さと一緒ぐらいです。横幅も 1m ありますんで、十分眠れます。車の荷台の上でのテント撮影、すごいやりやすいです。高さがあるので腰に優しいです。はい、インナーテント完成しました。ただこれペグが打てないんで、このままだったら風で飛んじゃいます。なのでこんな感じで穴開け DIY しました。ここにボールの先端を刺します。こっちも刺します。これでこっち側に行く力が入っても動かなくなりました。はい、じゃあこちらかぶせて、あとはロープで荷台にくくりつけて固定していきます。ちょうど荷台のここにフックついていました。かけていきます。こっち側はもうもやい結びで縛っていきます。でこの延長した木の部分はもうここにかけておきます。はい、テント設営完了しました。今日は雨降らないんで、入り口のフライシートはもうめくっておきます。結構しっかりできたんで、ある程度風吹いてもいけると思います。もう中は一人寝るだけなら十分なスペースがあります。荷物も置けますね。先にもうマットとシュラフ用意しておきます。助手席に置いていました。で下が痛そうなんで、今回マット2つ持ってきました。荷台の上、この合板なんでめちゃくちゃ硬いと思います。あとはナンガーのシュラフ、こちらマイナス5度まで対応してますんで、今日の夜冷え込んでも問題ないと思います。ちょっとテント狭いんで寝る直前に広げます。あとは枕です。助手席の足元に置いていたポータブルバッテリーもこっちが持ってきておきます。容量 99% 大丈夫ですね。スマホ充電しておきます。かなりいい感じになりました。一回寝てみます。いいですね。20日間でも全然痛くありません。この秘密基地が最高です。ここはベンチレーターになってます。空気が通り抜けます。で入り口はこれメッシュになってます。で今日は必要ないと思うんですけど、暑くなってもある程度対応できそうですね。ここ座って中は少しだけスペース、なんか晩酌するのにちょうどいいですね。でここですね、このぐらいスペースあります。でここで調理します。たださすがに狭いんで、一つアイテムテーブル DIY してきました。こちらこの合板の端材で作りました。こっちがテーブルです。でこれ2つ板があるんですけど、ここに荷台が挟まるように作りました。じゃあ設置してみます。こんな感じでテーブルを拡張できます。結構強度ありますんで、ここで煮たり焼いたりできます。で火使う時なんですけど、ここちょっとテント近すぎますんで、こっち側で調理します。もうこれ一人晩酌用にはもうぴったりです。じゃあ暗くなる前にランタンのセッティングしておきます。この LED ランタンは今日のために Amazon で購入しました。テント内はこの小型の電池で光るタイプのランタンを吊り下げておきます。で一応暗かったら怖いんで、このデスクライトですね、かなり明るいやつ、こちらをつけておきます。はい、車上泊の用意完成しました。なんか雰囲気あって面白いですね。一応コンセプトとしてはできるだけ地面には足つかない状態にしてます。
ペグとか棒ですね。ここは打っていい場所なんですけど、打たなくてもできるように設営考えました。今地面ついてるのはこの脚立だけですね。これはまた後でいろいろ考えます。とりあえず第1回目のミゼット車中泊として今日はこのシステムで楽しみます。さあ、もう我慢していたビールいただきます。今日は札幌黒ラベルいただきます。保冷剤で冷やしてたんでキンキンです。お、すごい美しい色です。じゃあいただきます。うますぎます。一瞬でなくなっちゃいました。次はハイネケいただきます。今日はとことん楽しみます。今日はここでいろいろ調理したいんですけど、その前にまずはこのホタルイカの刺身、これめちゃくちゃ美味しいんですよね。これつまみながらビールいただきます。調味料はこのメッセの中に入れてきました。今日の朝取れたばっかりのホタルイカです。楽しくて結構飲んじゃいました。で、火もくれましたんで、そろそろ晩ご飯にします。今日は火も使いますんで、いろいろ焼いていきます。ミニマムな調理器具を持ってきました。熱源は固形燃料です。大小で売っていた3つ100円の固形燃料です。これで20分から25分ぐらい持ちます。ロゴスのミニミニかまど使います。このまま火をつけてしまうと焦げてしまうと思いますんで、破砕用意しました。この上で調理します。この上にフライパンを置いて調理します。このミニマムな感じめっちゃいいですね。お肉も買ったんですけど、まずはホタルイカのボイル、これをバター醤油で炒めます。これめちゃくちゃ美味しいんですよね。それではいただきます。次なんですけど、お肉も買いました。まずは半額の厚切り塩タンから焼いていきます。いや、めちゃくちゃ美味しそうですね。塩コショウでいただきます。固形燃料が減って火力が少し弱くなってきたんで、もう一個投入します。で、次は美味しそうな霜降りお肉いただきます。固形燃料でもしっかり肉焼けますね。それではいただきます。ごちそうさまでした。やっぱり車の荷台で食べる焼肉は格別に美味しいです。さあ、それではゆっくりしながら YouTube でも見ながら片付けていきます。
今日はキャンプ場なんで炊事場とトイレ、洗面台などあります。後で洗い物と歯磨きもして寝る準備していきます。狭いけど包まれる感じもあってぐっすり眠れそうです。ここが車の荷台上とは思えません。あとは野生動物が来ないことを祈るだけです。今日設営してる時にイノシシの親子が近く通ってました。野生動物ガチでいるキャンプ場です。関西のキャンプ場とは一味違いますね。富山県のキャンプ場は娯楽ではないサバイバルというのを痛感しました。その分景色は美しいです。明日の朝散歩したいと思います。おはようございます。ぐっすり眠れました。なんかもう一瞬で朝になりました。すごい静かです。涼しい風が入ってきます。昨日の夜誰もいなくて雲が来たら怖かったんで、匂いのするものはもう全部撤収しておきました。寝心地なんですけど、やっぱりこのマット二重にしたんで全然背中は痛くなかったです。そしてこの横幅、こちら側にも荷物置いちゃったんでこんだけしかスペースありませんでした。なので寝返りは半分しか打てなかったですね。まるで軽キャンピングカーで寝ていたようなそんな気分でした。でもこのミニマムな世界も楽しいんですよね。秘密基地で寝てるようでワクワクしました。この荷台の延長車いてなんですけど、強度的には問題なかったです。全然きしみもなく荷台も入れることなく頑丈でした。それでは目覚めのあったかいお茶をいただきます。また固形燃料とこの超ミニマムな鍋でお湯を沸かします。やっぱり固形燃料なのでガスに比べるとお湯沸くまで時間だいぶかかりますが、この何もしないゆったり流れる時間最高ですね。いただきます。いや、この感じたまらないです。もう聞こえるのは鳥のさえずりだけです。すごく癒されます。ちょっと遠いんですけど桜もしっかり見えます。朝食はメッシンで炊き込みご飯作ろうと思います。ここにお米持ってきました。先給水しておきます。このお米は昨日家で洗っておきました。さあお米給水してる間にここの展望台ですね、景色綺麗みたいなんで見ていきます。向こう側には砺波平野三居村が見えますね。この誰もいない空間独り占め最高です。ここが登れるようなんで登ってみます。桜が奥に咲いていて、でこっち側はまださらに登れるようです。で向こうの山の方ですね、展望台があるようです。一回行ってみます。これもう朝の散歩にちょうどいいですね。まだ半分ぐらいなんですけど、もうミゼットが米粒になっちゃいました。これ結構きついですね。見えてきました。到着しました。三居村展望広場、駐車場ありますんで車でここまで来れるようです。うわ、絶景です。砺波平野が一望できます。これは登ってよかったです。
3拠村散らばる移住村、家一軒一軒離れていて周辺全部田んぼなんですよね。この景色は圧巻ですね。自分この富山県の3拠村の風景すごい好きなんですよね。自分の家も周り田んぼなんですけど、住んでいても本当に気持ちいいです。さあそれでは下って朝ごはんにします。ちなみにミゼットはあそこです。もうほとんど見えません。これ段ボールとかあったら最高に楽しそうですね。今日はゆっくり歩いて下ります。この下りながら見る景色も最高です。山にはまだ雪が残っています。で富山県はこの桜と雪が同時に見れる県なんですよね。ずっと関西に住んでたもんからすると最初はびっくりしました。結構歩いたんでお腹空きました。それでは朝ごはんいただきます。しっかり吸水できてますね。炊き込みご飯の具材なんですけど、このホタルイカ、こちら入れてホタルイカの炊き込みご飯作ります。このボイルしたホタルイカ、これだけで十分美味しいです。あとは醤油みりんで味付けします。ホタルイカは目取った方が食感いいんですけど、もう今日はこのままいただきます。あとは醤油みりん大さじ1と生姜も少し加えます。もう目分量で適当に入れちゃいます。はい、じゃあ混ぜて火にかけるだけです。で火力は弱いんで2台体制でいきます。いけそうですね。ぴったりです。これで固形燃料2つ分なんで火力はかなり強くなると思います。さあ、あとはもうゆっくり待つだけです。しばらく自然の景色を楽しんでおきます。今の温度なんですけど 16.5 度、もう最高ですね。寒くもなく暑くもなく、春キャンプシーズン中にもう一回行きたいですね。さあもう火力は収まってきました。グツグツからパチパチという弾けるような音に変わってきたんで、あとはしばらく蒸らしておきます。どうでしょうか。開けてみます。美味しそうに炊けてます。あとはネギをかけて完成です。いやもう匂いがねすごいしてたまりません。それではいただきます。ごちそうさまでした。いやすごいこのホタルイカの香りとこの景色が相まって春を堪能できました。車中泊キャンピングカーの中で過ごすのもいいですけど、こうやって半分アウトドアの車上泊2台泊もいいですね。設営がねもっと簡単に一瞬でできたらいいなと思いました。今回初めてミゼットで車上泊してみて感じたことありましたんで、後でお伝えします。ウエットティッシュで片付けようかなと思ったんですけど、今回キャンプ場なんで水洗う場所あります。で軽く洗ってきます。なんか炭捨てる場所とかかなりしっかりとした設備があります。これテフロン加工されているメスティンなんで汚れすぐ取れました。今回はキャンプ場で洗い場もあったんですけど、どこでも車中泊できるようにこういった洗い場に頼らない調理方法で次のミゼット車上泊やってみたいと思います。今回使用した場所はこの小川サイトの方なんですけど、こういった赤松サイトなど静か森サイトかなり広いですね。でゴミステーションもあります。有料ですがゴミも捨てられます。ここのキャンプ場すごいいいなと思ったのが、車そのまま乗り入れできるんですよね。オートキャンプ場になると高い場所が多いんですけど、比較的安めだったのでまた来たいですね。大きいキャンピングカーキャブコンでも入れそうな場所ありましたんで、帰り次のリサーチしてまた家族でも来てみます。トイレはこの管理棟の中にかなり綺麗なトイレがありました。24時間使えます。テントでキャンプする以外にもこういった車中泊でもかなり使い勝手のいい場所だなと思いました。富山県はRVパークがすごい少ないんで、
ういったオートキャンプ場安めなんで車中スポットとしてかなりありなんじゃないかなと思いました。それではこのミニミニかまど片付けていきます。やっぱり火使って調理するの楽しいですね。この板も持ってきててよかったです。全然下には熱で焦げたりしていません。このテーブル作って本当良かったです。なんかここで薪ストーブとかできたら楽しそうですね。またいろいろ考えてみたいと思います。もうここは外なんで焼肉しても全然匂い気にならないのはいいですね。今回初めてミゼットで車中泊してみて楽しかったです。なんか車中泊とキャンプの間どっちも感があります。ただ1泊2日実際に車上泊してみて気になった箇所ありました。3つあったんですけど、まず1つ目、この足の調整ですね。これがテーマでした。今回はこんな感じで太めの木1本と薄い板1本、こっち側は太めの木1本だけです。できるだけフラットのところで設営したんですけど、それでもやっぱり調整が必要でした。まだフラットな方なんですけど、それでもこんなにも調整必要なんで、もうちょっとどちらかが上がったり下がったりしていればもっと間に挟む木が必要になってきます。やっぱり地面につくといろいろ手間になるんで、もうつけないようなシステムが一番いいなと思いました。もうなんかこの上にシェルとかね作ってしまえば一番いいかなと思いました。友達の YouTuber でもう軽トラでシェル作っている旅江さん、今度作り方聞いてみたいと思います。2つ目なんですけど、雨対策ですね。今回は天気に恵まれました。でこの辺はもうこのままでいいかなと思います。ここの入り口ですよね。調理するならここに屋根が必要になってきます。できるだけペグ打たずにこの車上だけで完結するようなシステムを作りたいですね。で最後これ意外だったのが、意外と高さあったんでこれ乗り降りがちょっとしんどかったです。何か台かなんかあればだいぶ楽になりそうです。逆に今回すごい良かったのが、この車幅が全然ないんでバイクのように進めて、バイクよりも荷物が積めますんでどこでもキャンプできるなと感じました。この車幅なんと129センチです。めちゃくちゃ細いですよね。で2つ目に良かったのが、夏の耐性が車中泊に比べて高そうです。普通の車中泊の場合はこれ鉄板なんですよね。なので太陽に照らされるとかなり暑くなります。キャンプをしていて車中泊やられたことのない方は意外かもしれませんが、車内は外気温よりはるかに上がります。この鉄板が太陽に照されるとこの車内がもう熱源あるような感じなんですね。なので空気入れ替えてもずっとヒーターをつけてるような感じで熱く感じます。もう締め切るととてもじゃないと折れません。そのテントは布なんで熱のこもり方がまだマシかなと思います。全面メッシュになりますんで、風さえ通ればある程度の暑さでも過ごせそうだなと感じました。で最後はそのテントなんで防御性能の低さですね。自分の住んでる地域は野生動物もいますんで、適当な山じゃなくてちゃんとしたキャンプ場の方がいいですね。実際すぐ後ろ、昨日はここですね、イノシシの親子がバーって走っていきました。キャンプ場以外で車上泊するには道の駅とかサービスエリアとか RA パークとかいろいろあると思うんですけど、この道の駅やサービスエリアはこの足がねついちゃうんで、これがマナー違反になってしまう可能性があります。たとえ駐車枠に収まったとしてもこれがね気になります。なんか地面つかずにウィーンって延長とかして拡張できれば問題ないかなと思います。もしくはやはりシェル作っちゃうかですね。これ2台から 10% までははみ出ても OK です。でただ寝れないんで、もうここ生活空間にしてもうちょっと高くして、ここですかね。これだったらある程度身長分ぐらいは長さ取れますんで、こんな感じのシェルを作れば可能かなと思います。この辺はゆっくり車中泊重ねながらいろいろ改良していきます。とにかくこのミゼットはかなり可能性のある車だと思います。世界で一番ミニマムな車中泊のできる車にしたいです。はい、これで元に戻りました。昨日いたなんですけど、特に気づいたりひびとかも生えてないんで問題なさそうです。はい、じゃああとはここのネジを外して、この板をひっくり返して収納します。
撤収完了しました。しっかり縛ったんで大丈夫だと思います。また途中チェックしながら走行していきます。で、この近くにですね、最近できた温泉があるようなので、帰り一風呂浴びてきます。そしてここからもうほんと 2,3 分で道の駅があります。しかも2カ所あります。自分まだそちら行ったことないんで、軽く寄って地元の名産品買って家族へのお土産も買って帰ります。はい、じゃあ出発します。せっかくなんでサイト他のとこ見ながら次のリサーチして帰ります。ここの幅はかなり狭いんで、ちょっとキャンピングカーはこのサイトは入れないですね。こんな森のとこにも結構奥の方にもサイトたくさんあります。こっち側は人多いんですね。うわ、桜綺麗ですね。で、この奥に絶景スポットのサイトがあるようです。ここですね。ちょっと回ってみます。ここは良さそうですね。うわ、このサイトすごいな。次はここですね。ここで車上泊しています。それでは道の駅寄ってお風呂行きます。すごいのどかな雰囲気の道の駅です。彫刻が有名みたいで総合会館などあります。こっち側にレストランやショップなどいろいろあるみたいなんでお土産買ってきます。なんか爆盛りが有名なんですかね。爆盛りナポリタン、でかいアジフライプレート、爆盛り炭焼き鳥丼、爆盛り唐揚げ定食。なんか富山県は爆盛りが多いですね。彫刻体験もできるそうです。これは何でしょうか。オリンピックおじさん展示場。すごい陽気なおじさんが迎えてくれてます。なんかうっすらオリンピックおじさんって有名な方だった気がします。皆さんはどうでしょうか。覚えてますか。はい、こちらお土産売ってるみたいなんでちょっと見ていきます。次は道の駅昭和はすぐ近くにあります。ここの道の駅は交通量が多い幹線道路のすぐ横です。先ほどの道の駅から車で3分ぐらいで着きました。めっちゃ近かったです。レストランや地元産の直売所もあるようです。店内はかなり広く地元の食べ物がたくさん売られてます。地元の食材を使ったピザやカレーなどあります。すごい美味しそうですね。ちょっとお腹空いたんでこの生姜は温泉野菜トマトカレーいただきます。はい、いただきます。美味しいです。すごい野菜がシャキシャキしていて逆にあまり憎まれてなくて具材として楽しめます。ごちそうさまでした。荷物大丈夫そうですね。煮崩れしていません。それでは最近できた銭湯お風呂行ってきます。できたばかりなのですごい綺麗そうです。車から離れるんでこの辺ちょっと心配っては心配ですね。なんかカバーとかで隠した方がいいかもしれないですね。でもそんなに高いもの入ってないんで信じて行ってきます。で、着替えなどはもうスペースがないんでこの運転席の後ろに置いてます。それでは一風呂浴びてきます。すごい気持ちよかったです。大きい湯船が2つとサウナが1つです。そんなに広くはないんですけどもうとても綺麗でおしゃれでした。サウナ入るとジャズが流れていました。もうキャンプ帰りには最高のお風呂でした。大丈夫ですね。荷物そのままです。さあそれでは帰ります。今回の車中旅、道の駅で年配の方にたくさん声をかけていただきました。このミゼットがすごい懐かしいみたいです。これからこのミゼットといろんなところ回りたいと思います。あまり遠くの旅は向いていない車ですが近場だったら最高ですね。それではご視聴ありがとうございました。